皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回は宝石の描き方3選ということで、3種類の宝石の描き方を紹介します。初級、中級、上級に分けて描き方のポイントとコツをそれぞれ具体的に解説。自分の絵のレベルに合った描き方を見つけることができます。宝石を描いてみたいけど複雑で難しそうとか、どうやって描いていいかわからないと思っている方は、この動画を見ることできっとヒントが見つかりますよ。そしてこの3種類の描き方は全てがつながっています。動画を全て見ることで自分がどのようにステップアップをすればいいのかがわかるようになっています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。今回私は Adobe Fresco で描きますが、どのお絵描きアプリにもある機能を使って描いていきますので応用してください。まずは使うブラシから選びます。ピクセルブラシの汎用カラー、ハード円を選びます。筆圧で変化せずに色を均一に塗れるブラシです。次に色を選びます。私が描き方を紹介する宝石は白を入れて全部で5色使います。青い宝石を描くのでその基本になる色を選びます。このくらいの色を選びました。ブラシのサイズを大きくします。使う色をこの辺に置いておきます。この色を基準にして明るい色、暗い色、もっと暗い色を選んで画面に描いていきます。真っ白を入れて合計5色。これで宝石を描いていきます。では宝石の本体を描きます。新しいレイヤーを作って真ん中の青で楕円を描いていきます。中心から徐々に大きくしていきます。形はあまり気にせずに描いても大丈夫ですよ。ここでちょっと説明。初級編で考えていくポイントは2つ。カットラインの引き方とランダムに色を塗ることです。ではまずカットラインを引いていきます。新しいレイヤーを作ってそれをクリッピングします。そうすることで下のレイヤーの描画範囲からはみ出さずに絵を描くことができます。一段明るい色の青を選んでブラシのサイズを小さくします。フリーハンドで描いて描き終わったところで止めておくと直線が描けるようになります。最初にこの辺に四角を描くイメージを持って描き始めるようにします。上下左右に直線を引いて中心に四角ができました。次に斜めにラインを引いていきますが、こんなイメージを持っておきましょう。それぞれの辺の中心よりも少しずらしたところに斜めの線を引きます。どんどん引いていきますが、厳密な決まりは何もありません。カットされた面が同じ大きさになる必要もありません。できたら適当に線を足していきます。この時、最初に作った四角い部分にはあまり線を入れずに、周囲を細かくするイメージで線を足していきます。これでカットラインは引けました。では2つ目のポイント、色をランダムに塗るをやっていきます。本体とカットラインの間に新しいレイヤーを作ります。これもクリッピングしましょう。フレスコではクリッピングが自動で適用されました。一段暗い青を選びます。では塗っていきます。カットラインからはみ出さないように塗っていきます。ランダムに場所を選んで塗っていますが、ポイントがあります。まず同じ色が隣り合わないようにすること。それからなるべく上下左右で対称にならないようにすること。左側ではこの部分に塗ったから右側もそうしようとは考えないようにします。別の色も塗っていきます。もう一つ気をつけることがあるとすれば、それはたくさん塗りすぎないこと。全部で色は5色あります。1色でたくさんの面を塗ってしまうと、後でバランスが悪くなります。ちょっと塗り足りないかなくらいの面を塗りつぶしていきましょう。では最後に真っ白を塗ります。カットラインがないところも、その面を分割するように塗っていきます。真っ白は小さな面が少しあるくらいにしておきます。はい、できました。この考え方を基本にして、いろいろな形やカットラインを試してみましょう。中級編は初級編を進化させる形で描いていきます。色はすべてグレースケールで塗ります。選択ツールで楕円を作って、塗りつぶしツールで塗りつぶします。カットラインのための新しいレイヤーを作ってクリッピングします。ではカットラインを引いていきます。
初級編よりも少し細かく引いていきますが、やはり真ん中の四角をなるべく残すようにします。次に本体の楕円にタッチを入れます。ここで中級編で考えるポイント。それは光の方向です。どこから光が来ていて、どこに影が落ちるのか、そのことを考えながら絵を描いていきます。この絵では、こちらから光が来ていると考えています。そうすると、透明なものはこの辺が暗くなって、反対にこの辺が明るくなる。そして影がこのように落ちるという特性があります。このことを頭に入れて、本体に明暗をつけていきます。レイヤーの透明度をロックします。これでこの楕円から絵がはみ出しません。ブラシをソフト円不透明にします。エアブラシ効果のあるものを選びます。この辺を暗くして、逆側を明るくします。また、宝石の中で光の乱反射が起きていると考えてタッチを加えていきます。次に暗い面を塗っていきます。新しいレイヤーを作って、そのレイヤーの描画モードを定山にします。定山にすることで、下の絵につけたタッチを潰してしまうことなく、暗くすることができます。透明感が出るんですね。次に明るい色を塗りますが、別のレイヤーに塗ります。そのレイヤーの描画モードをスクリーンにします。スクリーンは定山と反対の効果で、下の絵のタッチを潰すことなく、明るくできるモードです。一番暗い色を定山のレイヤーに描いていきます。できたら宝石の影を描きます。本体のレイヤーの下に新しいレイヤーを作って、ソフト円不透明のブラシで影を描いていきます。透明なものは影の中に光が反射するという特性があります。レンズの効果ですね。明るい色を影の中に描いていきます。これで宝石の土台ができました。次に色をつけていきます。その準備として、これらのレイヤーをグループにまとめます。新しくレイヤーを作って、それをクリッピング。これでこのグループ全体の上に色を塗りつつ、そこからはみ出すことはありません。このレイヤーの描画モードをオーバーレイにします。色はこのくらい。一気にグリーンの宝石が現れました。先ほどお伝えした光の見え方を考えて、暗い色、明るい色を加えます。最後に新しいレイヤーを作り、ハイライトを入れていきます。完成しました。この描き方のいいところは、色を自由に変えることができることですね。様々なバリエーションの色を試してみてください。上級編では中級編をさらに進化させたものを描いていきます。上級者の方は今までのものに色々なアレンジを加えられると思います。この動画では私のやり方をお伝えします。まずはこの本体にテクスチャーのあるタッチを加えます。私が選んだブラシはドライメディアにあるソフトチョークです。テクスチャーがあってエッジがはっきりしたものを選びました。このようにランダムにタッチを入れました。次に中級編と同様に暗い色、明るい色を塗っていきますが、塗り方を変えてみます。一つずつ塗りつぶすのではなく、塗る部分を選択していきます。ソフト円不透明のブラシで筆圧を調整しながら塗っていきます。それぞれの面にも濃淡を作ることで透明感と奥行きを出していきます。このような塗り方をすることでカットラインに頼らない仕上がりにすることができます。さらに本物の宝石のように見えるはずです。別のレイヤーに明るい面を描いていきます。カットラインを調整して一旦できました。中級編同様
着彩をする前に全てを一つのフォルダーにまとめます。形を自由変形させてパースを感じる形にします。影を作ります。では着彩です。新しいレイヤーを作ってクリッピング。描画モードをオーバーレイにします。ブラシはソフトチョークを使って着彩します。色の中にも少しテクスチャーを感じられるようにします。ハイライトを入れるために新しいレイヤーを作ります。ここでもまず塗る範囲を先に選択します。このレイヤーの描画モードをスクリーンにして、色はこのくらいのグレー。ソフト円不透明のブラシでタッチをつけながら塗っていきます。最後に真っ白な部分を描き加えて絵ができました。この動画の最後にお伝えしたいことがあります。それは宝石の描き方に決まりはなく自由だということです。実物の宝石は複雑で精密にカットされています。そして正確に美しくカットされていないとその宝石の価値が下がります。でも絵の世界では何も決まりはありません。自分だけの宝石を自由に描けばいいんです。このように考えて気を楽にして楽しく描いていきましょう。今回の動画が良かった、ためになったと思ったら高評価ボタン、応援してもいいよという方はチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。